向こう打ったところで立ってもらうと見えないところから矢が飛んでくる。こんにちは、空手家です。すみません、引き続きちょっとさっきの迫力ショットから今度僕がちょっとX で見た曲げて打つっていうのをちょっと見せていただきたいなというので、ちょっと無言ぶり言いまして、今ちょっとトタンというか扉を用意していただいて、はい、でなんか今からあれですね、ここの前に立って後ろに刺すというか、はい、っていう感じのちょっと、はい、挑戦したいなと思います。ちょっとご無理言いましてすみませんが、よろしくお願いします。じゃあ、はい、すみません、ちょっとアングル的にはどうなりますかね。もうなんならこの先生の斜め後ろぐらいからで、そのトタンの後ろに刺さると見えないんで、ちょうど曲がったことがトタンしか見えないんで、で僕のカメラであっちから打って刺さるところが追えるようにして、右カーブでいきます。右から行って左カーブか、左カーブでいきます。ちょっとここでじゃあ、いいですか、はい、大丈夫ですか。すみません、じゃあお願いします。お願いします。こんな感じですね。見えます、これ。見ました。ちょっと分かります。見えないですよ。一応ちょっと寄ってもらうと今回は。わかりました。要はでもあれですもんね。前にあってそのまままた私の的カメラを用意します。マジですか。多分もうこのぐらいにやっちゃえば絶対大丈夫だと思うんで。これが一番わかりやすい。見えてないところからこう。そう、確かに見えてないところはいきなり指が来るんですもんね。一応スローでやった方がわかりやすい。じゃあ、すみません、まさか先生が迫力ある映像が良かったらっていうことで、また先生のカメラをお借りしておいた上で曲がるショットをこちらからもっていう、やっぱり曲がったかどうかがわからないんですよ、普通に撮っちゃうと。だから見えないところから出てくる。しょうがないカメラが見えない位置に立ってやった方がわかりやすいですね。だから位置的にはでもカメラ上にしたから上は見えるのか。まあでも大丈夫だな。これでちょっと一度やります。じゃあお願いします。お願いします。撮れましたでしょうか。多分これから隠れてるかわかんないですよね。ちょっとじゃあ当たったか見に行きますか。一応ちゃんと。おお、すげえ。へえ。要は先生向こう打ったところで立ってもらうと画的には多分一応どこで打ったかっていうのを多分ここの位置だ。すごい、これなんならあれですね、見えないところから矢が飛んでくるからすごっ。そうだ、スロー撮影だからちょっと早めに止めないと。なんか容量オーバーでええなと思います。で原理としてはこう弓があるじゃないですか。
で和球って下の方が短くて、上の方が長いんですよね。で何も考えずに一番最初上押しっていうのを教えしましたけど、それをかけないでただ何も考えずに引っ張って離した場合、下の方が短いんで下の方がこう先に帰ってきてしまうんです、そうすると矢が下の方が先に帰るとどうなるかというとこうやってこういう形で発射されてしまうんです、そうするとこうなんだライズボールみたいなこういう軌道を描いてしまうので威力も少なくなると、だからちゃんと上を押すことによってまっすぐ射出するんですけど、それをわざとやってあげればでスーッと上に上がると。でスーッと上に上がるやつを弓を横にしたらこっちに倒せばこっちに曲がる、ただそれだけのでアーチェリーでも和球でもそうですけど、この矢のつがえる位置っていうのがすごい重要なんですよ、これが、上すぎたり下すぎると同じようなことが起きるんですね。こう飛んだり上すぎたらこういうふうに飛ぶと、その状態を意図的に作ってやることでも矢を曲げることができます。だからつがえる位置を例えばこのぐらいにすると、このぐらいにするとこう飛んでいくじゃないですか、そうするとここに風の抵抗を受けてある程度のところでスーッと曲がってくるんですよ、それを利用してこうやって上につがえる方法と、あとはこの矢が当たる位置をつがえる位置は同じでもこうやって上にする方法と2種類あります。こうした状態で横にしたら右カーブ、横にしてこっちにつがえれば左カーブっていう、ただそれだけの、ただその代わりやっぱり威力が落ちるんです、威力が落ちるんでやっぱり甲冑着てる相手にやるのはちょっと愚策じゃないかなと。だからあんまり日本の大きな意味でやるっていう、技術は見つからないですけど、多分毒矢とかだとすごい有効だなと思いますね、かすっただけで。ちなみにあれですね、先ほどまたショットを打ってもらったんですけど、なんか矢にもいろんな種類があるっていうことで、なんか今いくつか違う種類でも打ってみましょうかっつっていうので、ちょっと僕は全然わからないんで、その矢の違いを、これが普通の矢です、普通の矢なんですけど、これがより曲がりやすくした矢なんですけど、映像で撮る分にはこっちの方が分かりやすいと思うんです、ただ実践でわざわざこんなのを用意したかっていうと疑問なので、多分実践ではこっちでやってたと思う、ただ微妙なんですよね、隠れてるところをこうスーッていうカーブはするんですけど、ただ、両方どんなものになるのか、矢が、特殊じゃないとできないっていうことではないんだよというのをちょっとやってみたいなと思います。すみません、お願いします。まず普通のというか曲がりやすい矢でやってみましょうか。はい、すみません。お願いします。じゃあすみません、これが曲がりやすい矢、曲がりやすい矢です。これが曲がりやすい矢で、今度は普通の矢で刺さってる普通の矢でやりましょう。普通の矢、これかな、これが、普通の矢ですね。普通の矢の場合はあんまり曲がんないな。もう一回。でも音は刺さった音がした、見えないけど、今普通の矢で失敗したのはなぜかっていうと、やっぱりこのつがえる位置ですね。これを曲がりやすい矢の、感覚でやってたのであまり曲がらなかった、より曲がりを強調するような、引き方、こっち、上に、左カーブの場合はやっぱり上押しを強調するっていうのをもう少し強くしたことによって矢の刺さる位置が変わったという感じになります。普通の矢の場合はやっぱりその矢によっても違うし弓によっても違うんで、なかなかコントロールが難しいんですけど、1射すれば大体2射目は大体の予想がつくから、だから
実戦で使うとしたら、まあ、普通の矢でどれだけ曲がるかっていうのを事前に把握しておくっていうのが、でそれさえすれば多少使えるのではないかなと思います、はい、その代わり威力が落ちるので、多分毒矢前提の技術なのかなと思います、なんかこういうショットがあるってことを普通知らないんで日本の場合はあんまりこういうことをやってたっていう記述がなかなかないんですよ。そうなんですね。なぜかというと、日本の弓ってもともと高威力で鎧を突き抜けるで、毒を使うのは卑怯だみたいな感覚が多分武士の間であったんで、武士はどっちかというと曲げて当てるんじゃなくて、もう威力でストレートでぶち抜くとそういう価値観だったと思います。そういえば曲がったショットを取ってなかったどこに当たったか見てない。そうこうですね。一応この緑のものを狙ったという感じです。そもそもカメラと緑が映ってないですよね。なるほど。そうっす。ありがとうございます。それは止めないか。そう止めないとしまった。これで容量オーバーで止まったら悲しいですね。容量オーバーですか。あれですね、実は先生のカメラの容量がいっぱいになってしまったので、先生の技術を信じて僕のサブカメラを設置させていただきました。よろしくお願いします。お願いします。まあこれも一応両方やっておきましょうか。まずは普通のやつで、普通のやります。成功したんじゃないですか。こんにちは。スーちゃんを見に来ました。そうなんですね。はい、じゃあ次ちょっともっと派手に曲がるやつをやってみましょう。おお。というような感じになります。こんにちは。こんにちは。近所の人が大体同じところに刺さったの。こんにちは。こんにちは。ちょうどうまくいきましたね。カメラの線の下に。カメラの線上に。これは狙い通りに運よくいきました。いやそうですね。でもこれ要はこっちにいたら撃つ人が見えないんですよね。私が先ほど行った場所はこうなんで全く見えてない。全く見えないです。人がいることさえわからないです。そうかそうか。こっちからだと全く見えないですよね。すごい感じになってます。そう。いやでも確かにさっき言われてたんですけど、これ毒矢だったら見えないところはいきなり飛んできてはい終了です。毒矢だったらもうかすっただけで死んじゃうんで、毒矢だったら実戦でも使えたと。すいません、貴重なショットありがとうございました。僕のカメラも当然のように無事でよかったです。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ引き続きまた体験のよろしくお願いします。よろしくお願いします。
で次はちょっとご自身でストップの合図をしてみてください。今は道路交通法上は軽車両という、軽車両なんですか。軽車両、自転車とコンビネーションを作るために、また使えるようになるために、大切なことを5つまとめてきたので、今回はそれをお伝えしていきたいと思います。2つ目、当たる直前の位置関係、これポジショニングですね。で、3つ目は、基本は、ワンとワンツー。そして4つ目、相手の